頑張っている人ほど実は人生がずれていきます。それってどういうことですか？自分はちゃんと頑張ってるつもりなのになんだか報われてない感じがあります。その感覚はとても大切です。例えば頼まれた仕事を断れずに残業が増えたり、本音を言えずに我慢を続けたりしていませんか？今回はそんな日々に違和感を感じている方に向けた内容です。なんか自分のことを言われているみたいで少しドキッとします。頑張らないといけないと思って動いているのに逆に苦しくなっている気がします。その原因はとてもシンプルです。多くの人が信じている我慢という考え方にあります。この本を読むとあなたの生き方が大きく変わります。生き方が変わるってちょっと大げさに感じるけど気になります。もし本当に変わるなら今のこのモヤモヤから抜け出したいです。今日ご紹介するのは大福まめこさんの我慢を全部やめたら人生激変自分解放論です。ジャンルは自己啓発と自己理解です。この本は頑張るほど人生がずれる理由を優しく教えてくれます。その我慢全部無駄ですって言われるとちょっと怖い気もします。今までの努力が無意味だったのかなって考えると少し不安になります。ここを勘違いするとどれだけ頑張っても変わりません。我慢は努力ではなくズレの原因になることがあるのです。この動画では本の要点を3つに分けて紹介します。3つに分かれていると理解しやすそうで助かります。少しずつなら自分にもできるかもしれないと思えてきました。そしてこれは会社員の現実を変える一冊です。日常の中で感じる違和感を一つずつほどいていきましょう。この本は我慢を手放すことで人生の流れを変えていく考え方を教えてくれます。我慢をやめるだけで本当にそんなに変わるんでしょうか？今までずっと我慢するのが当たり前だったので少し怖さもあります。その不安は自然なものです。この本では無理に変わるのではなく少しずつ自分を解放する流れが大切にされています。内容はとてもシンプルで日常の小さな我慢に気づくことから始まります。小さな我慢って例えばどんなものなんでしょうか？自分は毎日いろいろ我慢しているけど正直よく分かっていない気もします。例えば頼まれたことを断れないことや本音を言えない場面です。そうした積み重ねが自分を少しずつ消耗させていきます。この本はその我慢の正体を優しく言葉にしてくれます。言葉にしてもらえると自分でも気づけそうな気がします。今まで見て見ぬふりをしてきた部分に向き合う感じがして少しドキドキします。ここがとても重要なポイントです。多くの人が我慢を美徳だと思い込んでいます。しかしこの本ではその考え方を優しく見直していきます。我慢が正しいって思ってきたので少し価値観が揺らぎます。頑張ってきた自分を否定することになるのかと不安にもなります。ここを勘違いするとどれだけ頑張っても報われません。我慢は努力ではなく自分を抑えつける行動だからです。この本では自分の本音を少しずつ取り戻す方法が紹介されています。本音ってどうやって見つければいいのかわからないです。気づいた時にはもう我慢してしまっていることが多いです。だからこそ小さな違和感を見逃さないことが大切になります。その違和感が自分を取り戻すヒントになります。この本を読むことで自分の気持ちに気づく力がわかるようになります。気づく力ってなんだか大事そうですね。今まで外ばかり見ていた気がするので自分に向き合うきっかけになりそうです。そして無理を手放すことで自然と行動が変わっていきます。その変化が人生全体を少しずつ動かしていくのです。我慢に気づき手放すことで自然な自分に戻る流れが描かれています。小さな気づきが大きな変化につながる内容です。まず一つ目のポイントは我慢して頑張れば報われるという思い込みです。正直それを信じてずっと働いてきた気がします。残業してでも期待に応えないといけないって自分に言い聞かせていました。例えば頼まれた仕事を断れずに毎日残業してしまう場面です。それでも評価は変わらず疲れだけが積み重なっていきます。この状態が続くと自分の時間やエネルギーがどんどん減っていきます。確かに気づいたら余裕がなくなっている感じがあります。頑張っているのになぜか満たされない気持ちがずっと残っています。ここで大切なのは我慢と努力は同じではないということです。自分をすり減らす行動は長く続きません。
多くの人が我慢すれば評価されると信じています。周りに迷惑をかけないようにってつい無理してしまいます。断ったら嫌われるんじゃないかと考えてしまって結局引き受けてしまいます。ここを勘違いするとどれだけ頑張っても評価は変わりません。なぜなら自分を犠牲にする働き方は価値として見えにくいからです。この本では小さくやめることから始めることが勧められています。いきなり全部やめるのは難しいので、それならできそうです。少しずつなら怖さも減りそうな気がします。例えば一つだけやらない仕事を決めてみることです。それを丁寧に断ることで自分の時間を守ることができます。最初は小さな一歩でも確実に変化が生まれます。自分の時間を守れるって少し安心します。今まで全部受け入れてきたので少しだけでも変えたい気持ちがあります。我慢を減らすことで自分らしい働き方に近づいていきます。その積み重ねが人生全体の流れを変えていくのです。この考え方は無理に頑張る日々から抜け出すきっかけになります。少しずつでも自分を大事にしていいんだと思えてきました。頑張り方を変えるだけでいいなら試してみたいです。大切なのは我慢ではなく選択です。自分で選ぶことが現実を変える第一歩になります。2つ目のポイントは空気を読むことが正しいという思い込みです。職場では空気を読むのが当たり前だと思っていました。上司や周りの反応を気にして本音を言えないことが多いです。例えば会議で意見があっても飲み込んでしまう場面です。その積み重ねが見えないストレスを生み出します。空気を読むこと自体が悪いわけではありません。でもずっと我慢している感じが続くと疲れてしまいます。本当は言いたいことがあるのに抑えている自分にモヤモヤします。ここで大切なのは自分の気持ちを無視し続けないことです。小さな違和感が積み重なると大きな疲れにつながります。多くの人が空気を読むことが社会人として正しいと考えています。周りに合わせることで安心できる部分もあります。でも本音を隠し続けると自分がわからなくなってきます。ここを勘違いすると自分の軸を失ってしまいます。周りに合わせることが目的になると自分の選択ができなくなるからです。この本では小さく本音を出すことが勧められています。いきなり全部言うのは怖いので、その方が安心です。少しだけなら自分の気持ちを伝えられそうな気がします。例えば自分はこう思いますと一言添えるだけで十分です。それだけで自分の存在を大切にできます。最初は小さな一言でも大きな変化につながります。自分の意見を言えるだけで少し気持ちが軽くなりそうです。今までずっと飲み込んできたので少し怖いけど変わりたいです。本音を少しずつ出すことで自分らしさが戻ってきます。それが無理のない働き方につながっていきます。空気を読むだけの毎日から一歩抜け出すことができます。自分を押し殺さなくてもいいと思えると少し安心します。自分の気持ちを大切にしてもいいんだと少しずつ感じてきました。大切なのは周りではなく自分の感覚です。その感覚がこれからの選択を支えてくれます。3つ目のポイントは我慢することが責任感だという思い込みです。確かに我慢できる人が大人だと思っていました。やりたくない仕事でも仕方ないって受け入れるのが普通だと思っていました。例えば気が進まない業務でも断れずに続けてしまう場面です。その積み重ねが知らないうちに心と体を消耗させていきます。我慢できることと責任感があることは同じではありません。でも我慢しないと無責任だと思われそうで怖いです。周りからどう見られるかを気にして自分の気持ちは後回しにしてきました。ここで大切なのは自分の限界を知ることです。無理を続けるほど本来の力は発揮できなくなります。多くの人が我慢することで信頼を得ようとします。自分も期待に応えたい気持ちで無理をしてきました。でも正直どこかで限界を感じているのに見て見ぬふりをしてきました。ここを勘違いすると自分を守ることができなくなります。我慢し続けるほど自分の価値を下げてしまうからです。この本では嫌なことに気づくことから始めると伝えています。嫌だと感じることにちゃんと目を向けるんですね。今まで無視してきたので少し勇気がいりそうです。例えば一日の中で嫌だったことを書き出してみる方法があります。そこから一つだけ減らす工夫をするのです。
小さな改善でも確実に負担は軽くなります。一つだけなら自分にもできそうな気がします。全部変えようとすると怖いけど、少しなら挑戦できそうです。我慢を減らすことは自分を大切にする行動です。その積み重ねが働き方と人生を整えていきます。責任感とは自分を壊さない範囲で続けることです。無理を続けなくてもいいと思えると少し安心します。自分を守ることも大切な仕事なんだと感じてきました。大切なのは我慢ではなく自分とのバランスです。その意識が長く続く働き方を作っていきます。この本の中で印象的なのは我慢を続けた人の変化のエピソードです。どんな変化があったのか少し気になります。自分と重なる部分がありそうで、ちょっと怖さもあります。ある人は周りに合わせ続けて本音を言えない日々を送っていました。その結果、自分が何をしたいのかわからなくなっていったのです。毎日やることはこなしているのに、どこか満たされない状態が続きます。忙しいのに満たされない感じ、なんとなくわかります。自分も同じように、ただこなしているだけの日が続いています。そこで初めてその人は自分の違和感に気づきます。小さな我慢が積み重なっていたことに気づいたのです。そしてその人は一つだけ行動を変えることにしました。一つだけなら少し安心して始められそうです。いきなり全部変えるのは無理なので、その方が現実的に感じます。会議で一言だけ自分の意見を伝えてみたのです。たったそれだけの変化でした。しかしその一言で流れが少し変わり始めます。そんな小さなことで変わるんでしょうか。正直半信半疑だけど少し期待もあります。ここを見逃すとずっと同じ毎日が続いてしまいます。小さな変化が現実を動かすきっかけになるのです。その後、その人は少しずつ自分の意見を出せるようになりました。少しずつ変わっていく感じがリアルでいいですね。無理せず変われるなら自分にもできそうな気がしてきます。周りとの関係も少しずつ自然なものに変わっていきます。無理に合わせる必要がなくなっていったのです。このエピソードが伝えているのはとてもシンプルなことです。シンプルだけどなかなかできていなかったことかもしれません。自分を後回しにしてきたことに少し気づいてしまいました。自分の気持ちを大切にすることが変化の始まりです。小さな一歩が未来を変える力になります。特別な才能や大きな決断は必要ありません。それなら自分でも始められそうで安心します。今まで大きく変わろうとして失敗してきたので、小さく始めたいです。必要なのは小さな違和感を見逃さないことです。そこに自分を解放するヒントが隠れています。ここからはこの本の内容を実生活でどう生かすかを見ていきます。実際にどう行動すればいいのか気になります。理解はできても日常でできるかが少し不安です。大切なのは大きく変えようとしないことです。小さな行動を一つだけ選ぶことから始めます。例えば仕事で頼まれご答された時です。断るのが苦手でつい引き受けてしまいます。忙しくても断れなくて後で後悔することが多いです。そんな時は一つだけやらない仕事を決めてみてください。そして丁寧に断る練習をするのです。最初は勇気がいりますが、小さな成功体験になります。一度でもできたら自信につながりそうです。少しずつなら自分も変われる気がしてきました。この小さな変化が働き方全体を変えていきます。自分の時間を守る感覚が生まれてくるのです。次に会話の中での実践です。自分の意見を言うのが苦手なのでそこが難しそうです。空気を壊したくなくてつい黙ってしまいます。そんな時は一言だけ自分の考えを添えてみてください。賛成でも反対でもなく、自分はこう思うと伝えるだけで十分です。ここを避け続けると自分の存在感がどんどん薄れていきます。言わないことが続くと確かに自分がいない感じになります。自分の意見を持っているのに出さないまま終わることが多いです。小さな一言が自分を取り戻すきっかけになります。それだけで気持ちが軽くなるのです。さらに自分の内側に目を向ける方法もあります。内側というとどういうことをすればいいのでしょうか。自分の気持ちを考える時間をあまり取ってこなかった気がします。一日の中で嫌だったことを一つ書き出してみてください。そしてその中から一つだけ減らす工夫を考えます。
この本の内容は仕事や人間関係のような場面でも役立ちます。日常の中で使えるとすぐに試したくなります。特別な準備がいらないなら今日からでもできそうです。小さな実践が積み重なることで大きな変化につながります。無理を減らすことで本来の自分を取り戻せるのです。大切なのは自分にとって心地よい選択を増やすことです。自分の感覚を大事にするって少しずつ分かってきました。今まで後回しにしてきたわけ、これからは意識していきたいです。小さな選択の積み重ねが人生を変えていきます。その一歩を今日から始めてみてください。今回は我慢をやめることで人生が変わる考え方について見てきました。我慢が当たり前だったので少し考え方が変わりそうです。頑張り方を見直すだけでいいなら少し安心しました。我慢を減らすことで自分らしさを取り戻す流れが重要です。特に大切なのは我慢と努力を分けて考えることでした。一つ目は我慢しても必ず報われるわけではないという点です。自分の時間を削っていたことに気づきました。無理を続けても評価につながらないこともあるんですね。小さくやめることで働き方を整えることができます。自分の時間を守る意識が大切でした。二つ目は空気を読むことが正しいとは限らないという点です。本音を言えないことがストレスになっていたと感じました。自分の意見を少し出すだけでも変わりそうです。小さな一言が自分を取り戻すきっかけになります。周りよりも自分の感覚を大切にすることが必要でした。三つ目は我慢が責任感ではないという点です。無理を続けることが正しいと思い込んでいました。自分を守ることも大切だと気づけました。嫌なことに気づき減らすことが重要です。自分とのバランスを取ることが長く続く働き方につながります。この考え方を知らないまま努力すると遠回りになります。今までの自分に少し当てはまる気がしてドキッとしました。でも今気づけたならこれから変えられそうです。大切なのは小さな違和感を見逃さないことです。そこに自分を解放するヒントがあります。そしてこれは会社員の現実を変える一冊です。自分の働き方を見直すきっかけになりました。少しずつでも自分を大切にしたいと思えました。今日は5分でいいのでやりたくないことを一つ書き出してみてください。その一歩が現実を変えるきっかけになります。この本を読んだ方はぜひコメント欄で感想を教えてください。チャンネル登録もお忘れなく。